私はいじめ問題を扱う弁護士です。これまでたくさんの学校でいじめに関する授業をし、たくさんの先生方から相談を受けてきました。実は私は法学部出身の弁護士ではありません。教育学部出身です。教員免許も持っています。ですから教育問題にとても関心があり、ご縁があっていじめに関わるようになりました。ではそもそもなぜ私が弁護士を目指したのかというところなんですけれども、あえて一言で言うならば、それはテレビドラマの影響です。昔、天海祐希さんが弁護士役を演じるドラマがありました。その弁護士がとてもかっこよく輝いて見えて、私もあんな風になりたいと憧れたわけです。ドラマの中での天海さんはいつも正しい、とても正しいことを言います。ですから私も彼女のようにまっすぐと正しいことが言える弁護士になりたいと思っていましたし、今でもそう思っています。しかしながら私が扱ういじめ問題では、正しいことを言っても相手の心に届かないことがあります。今日はその一部を少しだけご紹介したいと思います。弁護士になっていじめ問題に取り組み始めた頃、私はいじめの語られ方にある特徴があることに気づきました。それはとてもドラマティックに、とてもセンセーショナルに、感情的に語られるということです。テレビなどを通して大人が子供に語るのは、こんなひどいいじめがあったよ、こんな悲しい結果、ひどい結果が生じたよというのです。そして最後に、大事な命が失われるから、いじめは絶対やってはいけないというのです。これは私にとってあまりに当たり前のことであったため、気づいたということ自体に自分でも少し驚きました。そして、これに気づいたことで、自分がなかなか難しい道を進んでいくことになるということに、最初は全然気づいていませんでした。冒頭でも申し上げた通り、私は教育学部出身の弁護士なので、せっかくいじめに関わるのであれば、中高生向けにいじめに関する授業を作ろうと思いました。そして、いじめに対する考え方を養えるように、一つの事例に対してみんなで議論できるような授業を作りました。事例の内容はこんな感じです。ある子が同じグループの別の子から DVD を借ります。しかし、その子はその DVD をなかなか返さない上に、やっと返したかと思ったら、それに傷をつけて返してしまいます。それがきっかけで、その子はグループのみんなから仲間外れにされてしまう。そして学校に行きたくなくなってしまう。というものです。皆さんはこれを聞いて、最初にまず何を思いましたか？いくつかの学校でやってみて、私は少しだけ驚きました。思っていたよりも、こんなものはいじめじゃないという意見がずっと多かったからです。悪いことをした人は仲間外れにされて当然だ。クラス全員から無視されたわけでもない。一部の生徒たちからはぶられたぐらいでいじめというのはおかしい。どの意見もとても強いものでした。また私の事例は、テレビで、NHK のテレビですとか、ラジオですとか、そういったものでも紹介されているため、大人からもたくさんのご意見をいただきました。やはりいじめではないという意見はそれなりにあって、自分はもっとひどいいじめを受けていた。こんなものまでいじめと言ったら子供が弱くなる。何でもかんでもいじめと言ったらコミュニケーションできなくなる。などという意見もありました。つまり、この程度のものであれば、よくあること、些細なこと、いじめというには大げさすぎるというわけです。なぜ大げさだと思うのでしょうか？それはおそらく、いじめと言ったら、テレビで見るようなひどいもの、命に関わりそうなもの、あるいは何の落ち度もない、かわいそうな被害者をイメージするからだと思います。私たちは口々にいじめをやめよう、やめようと言っていますが、そこでやめようとされているいじめは、もしかするとテレビで見るようなひどいものや、被害者側に何の落ち度もないものだけかもしれないということです。わかりやすさのために絵を用意しました。
縦軸が行為の程度。これは主に集団が行う行為です。横軸が相手の苦痛の程度です。いじめは集団心理もあって、どんどんエスカレートしていくのが特徴です。他方で、相手の苦痛の程度もそれに伴ってどんどん増していきます。そして、その苦痛にどれくらい耐えられるかというのは、個人差がある上に、外からはわかりません。いつ限界が来てしまうかわからないわけです。ですから、エスカレートしたひどいものだけをいじめとして、それをやめようと言っていても、本当のいじめ対策にはなりません。むしろ手遅れになってしまう場合の方が多いわけです。しかしながら私たちがイメージするいじめというのは、主にこの部分。限界直前のこの部分です。ですから、大事な命が失われるから、いじめはやめようという語られ方になるのです。では残りのこの部分は何なんでしょう？ここはやめなくていいんでしょうか？もしやめた方がいいのであれば、それはなぜなんでしょう？私はこの部分にこそいじめ問題の本質を考えるヒントがあると思っています。ですから先ほどのような事例を使って生徒さんたちと一緒にこの問題を考えているわけです。ちなみに法律は相手の苦痛がスタートするこの部分から全体をいじめと考えています。いじめを小さいうちに発見して重大化を防止するためです。ですから私が先ほど取り上げた事例のようなものもいじめ、法律上のいじめということになります。さて、こういったものまでもいじめということになると、生徒さんたちの次に困惑するのが現場の先生方です。先生方からすれば、いじめる方もいじめられる方も大事な生徒です。可愛い生徒たちにいじめっ子やいじめられっ子のレッテルを貼りたくありません。ですから、被害者や加害者といった力関係のようなものが生じてしまういじめではなく、トラブルとしてこの問題を対応したいと考えるようです。私はこれまでたくさんの生徒さんたちと関わってきましたし、先生方とも一緒にお仕事をしてきました。ですから、この気持ちはとてもよくわかります。しかしながら、私はこの解決方法には反対です。なぜならば、こういうことが起きるからです。私は、この問題に初めて直面したのは、授業後のアンケートでした。そこにはこう書いてありました。担任の先生が、この事例はいじめる方もいじめられる方もどちらも悪いと言っていました。私もそう思います。私は人から借りたものを大切にしようと思います。この一見どこも問題のなさそうなこの感想。これがいわゆるいじめられる方も悪いという理屈です。これはとても危険な対応です。なぜならば、いじめをエスカレートさせる可能性があるからです。集団を一定程度正当化してしまう、そういった側面があります。ですから、これはとても危険な対応です。当然ですが、相手に落ち度があるからといっていじめていいことにはなりません。いじめというのは手段の選択です。何か腹が立ったり、苛立ったり、そうした時にそれを解決する手段はたくさんあります。相手と話し合ったり、少し時間を置いたり、仲裁してくれる誰かを連れてきたり、そうしたすべての手段を放棄して、あえて相手に苦痛を与えるという手段を選択しているわけです。その手段は間違ってるんだよ。やっちゃいけないんだよ。ダメなんだよ。ということを大人は子供にきちんと教えてあげる必要があると思います。そこを曖昧にしてはいけないのです。ではなぜダメなのか、なぜやってはいけないのか、それは人の尊厳を傷つけるからです。尊厳というのは、その人が周りの人とか家族とか、そうした人たちから愛されてきたり、あるいは自分自身が迷ったり、苦しんだりしながらも、一つ一つ積み上げてきた、その人がその人であるための核のようなものです。いじめはそれを否定し、傷つけ、壊します。だからやってはいけないのです。確かに、仲間外れや無視、からかいなどは、外から見れば大したことではない、些細なこと、よくあることなのかもしれません。しかしながら私たち大人は知っています。それが自分に向けられたときに、いかに深く傷つくか。どれほど自分が自分であることの自信を失うか。
そしてその失った自信が容易には回復しないということも知っています。また逆に、相手の尊厳を傷つけることがいかに重大で、どれほど後に後悔するかということも知っているはずです。大人が子供にいじめを語るとき、自分の被害経験を語る人はいても、加害経験を語る人はほとんどいません。理屈の上では、被害者の数よりも加害者の数の方が多いはずであるにもかかわらずです。それだけ後に後悔し、そっと心の内にしまっている大人が多いということです。ですから私たち大人は子供たちに対し、人の尊厳が傷つけられるからいじめはやってはいけない。それは相手の命が失われるとか失われないとかそういうことは関係ないということを正面から論じる必要があると思います。そこに向き合う必要があると思います。それは私がこれまで歩んできたようにとても難しいことなのかもしれません。たくさんの大人たちや子供たちからでもとかだってとかそんなの綺麗事だとかそれは偽善者だとかそういったことを言われるかもしれません。またあるいは被害者に対しそんな風だから仲間外れにされてしまうんだよ。それも社会勉強のうちだよ。などと思ってしまい自分自身が試されることもあるかもしれません。それでも私たち大人たちが試行錯誤を繰り返しながらこの問題に向き合い続けていくことが大切なのではないかと思うのです。それが一人一人が自分らしく生きられる社会、個人が尊重される社会につながっていくのではないかと思うのです。借り物に傷をつけるような失敗をしたかもしれない。一人だけチームの輪を乱したかもしれない。空気が読めないかもしれない。誰かを傷つけてしまったかもしれない。一人だけみんなと違うかもしれない。そうしたきっかけで仲間外れや無視、からかいをされて苦しんでいる人たちがいます。もしかしたら自分が悪いのかもしれないとじっと耐えている人たちがいます。私はそうした人たちに、それはいじめなんだよ、いけないことなんだよ、声を上げていいんだよ、辛いと言っていいんだよ、と言ってあげられる大人でありたいと思っています。そのために、これからもこの問題と向き合っていきたいと思っています。これが私がたくさんの人たちに助けられながら、一つ一つ積み上げてきた私が私であるための核です。ご清聴ありがとうございました。